こんにちは、新藤きみこです。今日の紹介はこれで、ホタル袋のニョロ咲きって呼んでるんですけど、ここニョロニョロしててね、すごい面白いなと思って、ちょっと根っこを伏せといただけなんですけど、1年ぐらいのワシャワシャになってまた見られるようになりました。紹介ということでした。で、今回はですね、来月号の盆栽世界で私が毎月書かせていただいてるんですけど、来月号は用土についてっていうのをやるんですね。で、今回はその土についての、話をですね、したいなと思ってます。盆栽の種はですね、ざっと数えただけでも100種類以上あって、大昔に中国から伝わったものが気化したものとかありますし、あとは、よく大きな盆栽でも作られているブーゲンビリアとか、あとは金宝樹っていうオーストラリアかな原産のものがあるんですけど、そういうのもありますね。あとは園芸品種なんかも加えると本当に限りない数の、盆栽がですね、限りない数の植物がですね、盆栽に、作られています。それらの植物はですね、やっぱり適した環境もそれぞれにあって、すごい乾いてるところとか、野生地が好きな岩場なんかにも元気に生えてるやつもあったりとか、湿ってるところが好きだったり、落ち葉が降り積もって栄養満点の、肥沃な土壌が、好きなものであったりとか、アルカリ性の土壌が好きなものとかですね、最適な、土壌環境は本当に木の数だけあるって言っても間違いじゃないのかなと思うんですけど、本当はですね、その木が生えてる土地の土壌をそのまま持ってきて、その木の適した環境をですね、完全再現して育ててあげるっていうのが培養上は一番好ましいんですけど、100本あったら100通りの土を完全再現して用意するっていうのはとても難しいですよね。盆栽に使う土っていうのは栄養は必要ないんですよね。条件としては排水性があって、水はけですね。で、保水性があって、かつ通気性があるっていうね、そういうおおむね3つの条件の、土であれば木はですね十分適応できると、そういう考えで土をね選ぶと良いと思います。で、日本で生産されている用土の特徴っていうのがあるんですね。一つは日本はすごく雨が多い、世界的にもとてもね雨量が多い、国だと言われていて、ちょっとね、酸性に偏った微酸性の雨がですね年間通じて割とよく降るんですね。それも影響していて日本の土壌っていうのは弱酸性に傾いていて、で日本で自生している植物もその土壌環境に適応して、弱酸性の、土質を好むと、そういう特徴があります。2つ目はですね、日本はですねすごく火山が多い国なんですね。私が大学1年生の時に教養科目、共通科目かなんかで火山となんちゃらっていうやつをですね専攻したんですけど、その時にね話聞いてびっくりしたんですけど、活火山がですね日本には100山以上あるんですよ。これすごく狭い国土で、世界のですね 7% の、数の、活火山があるんですね。でその火山が噴火して降り積もったものが堆積して、でさらにそれが何年も何十年も何百年もかけて風化したものが盆栽用土の赤玉土とかそういうものに作られてるんですけど、そういう雨とか火山とかそういうもののやっぱ自然の恩恵を受けた、土壌がですね豊かで、その構造とか、質感とか色、それと機能性というかもう本当にバリエーション豊かな、土がですね日本にはあります。
日本の盆栽用土っていうのは海外でも結構ブランド化されてるっていうか、すごい人気らしいんですけど、海外とか大陸の方の土壌っていうのは日本と違って中性からアルカリ性土壌の土が多いみたいなんですね。だから酸性、基本的に弱酸性の土壌用土をですね海外で使ったらどうなるのかなと思うんですけど、植物の適応能力とかもありますからね、どうなんですかね。土質の違いによる生育にはね多少差があると思うんですけど、機能性という面ではですね、質の高い土がありますから日本には、そういうのがねすごくね好まれている理由なんだろうと思います。水持ちが良くて、排水性通気性がいいっていうのは全然違う相反することだと思うんですけど、それを土でどう両立するかというのはですね、土が団粒構造を持つことによって実現可能になります。団粒っていうのはですね、こういう土の粒があるんです。微粒子が。これは粘土だったり腐食だったりするんですけど、それにいろんな有機物とか糸状細菌の菌糸とかですね、そういうものが接着剤になってちょっとねボコボコと粘土とか腐食の塊ができるんです。ちょっとボコボコしてる感じ、これがですねいくつかできるんですよ。こうやっていくつかわーってこういうものがちっちゃな粒をはじめとしていろんなものが絡まり合ってできていくんですこういうのがですね集まってこういう風にいろいろできていくことで、この大きな隙間のところね、水が溜まるし、間違えた空気が溜まるし、小さな隙間のところに水が溜まったりとかして、だから空気と水が土の中に両方バランスよく、含まれる状態になるんですね。これを団粒って言って団粒構造を持つっていうんですよね。この団粒が、さらに一つの塊になって、これが、またいくつかできるっていうのは二次団粒って言って、団粒化が進むにつれて、そういうね、保水性と通気性は増していくんですけど、反対に、砂とかですね、そういうものはすごく小さな粒があるんですけど、こういうのがですね、いっぱい集まったのがギュッて集まっちゃうと、いっぱい集まるんですけど、こういうのが集まると水を含んだ時はべちょべちょになって、今度は乾いたらカッチカチになるっていうですね、水も空気も含む効率がとっても悪い状態になります。これは単粒構造っていうんですけどね。で盆栽に最適な用土は赤玉土に代表されるように、粒が比較的しっかりしていて、集まると間に隙間ができて、でこの中には赤玉土自体には適度に水を含むし、水と空気も含むし、大きなところには、空気が、小さなところには張力で水が溜まったりとかしてですね、空気と水と通気性、排水性とかですね、すごくね良い土っていうのがですね、盆栽用土に使われています。ちょっとね練習した割にはうまく描けないんですけどはい、これは皆さんご存知の赤玉土ですね。赤玉土は関東ローム層っていう火山灰起源の地層群から取られるもので、赤土ですね、粘土質の赤土の塊を、乾燥させて、砕いてで粒の大きさごとに分けたものが、商品化されています。盆栽に向くのはその土をさらに高温で焼成した硬質の赤玉土っていうのが硬くてですね、粒が潰れにくいということで最適とされています。この土もですね例によって弱酸性の土で、日本に自生する木のほとんどに基本用土として使われる土です。でこの粒はですね割と硬くてちょっと多孔質な感じでですね、この中に水も水分も適度に含むし、これがまとまって
あることでこのねこの粒と粒の間に空気が保たれてっていうですね、暖流構造を持つ典型的な、土ですね、これはですね桐生砂ですね、群馬県の赤城山系かなで採取される火山礫の、一種ですね。粒はすごく硬くて保水性はそんなにないんですけど、排水性と通気性に優れた土で、そういう通気性を良くするための、土として赤玉土に2割とか3割ぐらい混ぜて、使われますね。ブレンド用の土として使われています。角張っているものなんかは根の分岐を流す、ものとしてねよく使われていて、あんまり単用では使われないんですけど、排水を好む山野草とかそういうものに使われるし、粒の洗い物はゴロ土として使われますね。これは、鹿沼土です。ちょっと黄色っぽい土なんですけど、すごく軽石の仲間ですね。これも赤玉土と、場所によっては同じ、採掘場で取られる、関東ローム層で、取られるもので、pH は4から5ぐらいの強酸性の土ですね。よくねさつきの植え土として、よく使われる土で、この鹿沼土が使われるようになってからさつきの培養がとてもうまくいくようになったという話ですね。他の植物にももちろん使えるんですけど、pH が 5.5 以下になってくると土壌に溶ける栄養分の溶解性とかが悪くなったり、あとは土壌微生物の活性がですね悪くなったりとかしてですね、植物の、成長に間接的に悪い影響が出てくるので、挿し木用土とかそう一時的なもので使われるのは全然問題ないんですけど、長期的に使うのにはあまり良くないかなという印象ですね。よく山野草なんかの植え土にもされてるんでそんな大差ないと思うんですけど、できればずっと植えるのはやめた方がいいというふうに書いてありますね、文献なんかには。これは川砂ですね。川底とか河川敷とかその辺に堆積している花崗岩が砕かれて、できたもので、粒の大きさによってこれよりもっと細かいサラサラした砂状のものからこういう岩が砕かれたようなものまで、あります。有名な産地としてはこれは矢作川砂なんですけど、こういうものと、あとは明朝川で取れる明朝砂とか天城砂とか、いくつかのね有名な産地があります。これも保水性はないんですけどすごく排水性の良い土で、小白類なんかですね赤玉土に半分とか、半分近く混ぜたりとかして使われています。これは日向土ですね。宮崎県南部で、取れる軽石の一種なんですけど、これよく見たら分かるように単粒なんですけど粒にね細かい穴がすごくたくさん開いていて暖流みたいな役割をする、ですよね。で軽石なんですけど水をねよく含んで、沈む性質があって、私はすごくね通気性と、排水性もいいですし赤玉土に2割ぐらいまで出てこれを共通の基本用土にしていたりします。割と使いやすくて通気性も良くて、良いですね。鉢底のゴロ土に使ってもいいですし、山野草の植え土にも向いています。あとはこういう腐葉土というのがあります。これは割と葉っぱの形状とか枝とかも残っている、未発酵のまだ完熟じゃない状態の腐葉土ですね。畑なんかではこういう形が残っている方が空気を含んで土壌改良なんかに使われるんですけど、発酵がね完全じゃないものは土に植えた後にまた再発酵が進んで
植物の根にね悪い影響の出る炭酸ガスとか熱がね出てねあまり良くないっていうことが起こるので、盆栽に使う場合はこういう超完熟発酵の腐葉土を使うと良いと思います。粒状じゃないんで排水性がね根詰まりの原因になるからあんまり使わないっていう人もねいらっしゃるんですけど、私植え付けの時なんかはですね結構発根が良かったりするので、こういうものをね少し根の周りのところ中層にですね混ぜて使ったりしています。腐葉土の良いところは日持ちが良いということですかね。基本的に日持ち保肥性っていうのは用土の条件のうちにはもう、入らないんですけど、やっぱ実物類とか花物類とか、肥料をよくね好む、樹種なんかにはこういう腐葉土なんか混ぜると良いと思いますね。腐葉土の場合はこの腐葉土自体に含まれている肥料もあるんですけど、こう腐食とか粘土っていうのは電荷の関係で、肥料成分を引きつけてがっちりね持っとく、力があるので、そういうものをですねちょっとね取り入れてみてもいいかなと思います。ただし排水性は多少悪くなるので、水をですねやりすぎて根腐れとかしないように、よくね乾いたのを見てから水やりするとか、そういう注意は必要ですね。うまく使えれば木はすごくね元気になって、良いと思います。これは富士砂ですね。さっきちょっと濡らして真っ黒なんですけど、こういう砂ですね。桐生砂とか金町とかと同じく取られる火山礫の、一種で、非常に硬くて、多孔質で、通気性と排水性のものすごく良い、火山礫の中で最も通気性の良い、土だと言われています。これは富士山麓の火山灰を加工して作られているものですね。やっぱり排水性がすごくいいので、もうこれも小白類の赤玉にちょっとね1割とかすごく2割とかも混ぜて排水性を助けるものとして使われていたり、土の配合はですね、例えば松類なんかはこういうふうに赤玉土にさっきの川砂を3割とか4割とか混ぜて使ったりとかしています。やっぱ仕立て段階のものと完成のものでは多少配合の割合とか粒の大きさは違ってきますね。一般的にやっぱこう若い木のうちは粒もやや粗めのものにして根をね元気よく走らせて樹勢をつけるという感じで、大人になってくればくるほどちょっとね細かい用土にして根をね細かく分岐させて枝を充実させると、そういう目的でだんだんとね粒の大きさを変えたりします。これは他の葉物とか実物花物類でも共通して言えることかなと思います。今ですねちょっと実験で赤玉のこの、小粒と、極小粒と細粒を3段階で土の乾き方を今見てるんですけど、まだ全然なんでこれは次回に繰り越しかなと思うんですけど、やっぱこういう目の粗いものをやっぱ乾きも早いですね。通気性は良いけど乾きやすい、で細かくなってくるほど水持ちは良いけど過失になりやすいっていうね性質があるみたいですね。これはもう少しね様子を見たいなと思います。次回報告ということですね。じゃあ、今回はこんな感じで、以上です。